皆さん、葉山って聞くとどんなイメージがありますか？やっぱり東京から1時間くらいで行けるちょっとおしゃれな海辺のリゾート地みたいな感じですよね。ヨットとか海水浴を楽しむ高級な別荘地。でもですね、この静かな街には僕たちが思ってるよりもずーっと深くて、日本の近代史を大きく動かしたある物語が隠されてるんです。そう、今日のポイントはまさにこれなんです。葉山を単なる気持ちのいい保養地として見るのか、それとも日本の歴史がある意味劇的に動いた重要な舞台として捉えるのか、これから一緒にその答えを探っていきましょう。じゃあまず、そもそも葉山ってどんな場所なのっていう基本の木から見ていきましょうか。この名前の由来とかユニークな地形を知っておくと、この後の話がぐっと面白くなりますよ。この葉山っていう元々の名前が、もう葉山という場所の本質をズバリと言い当ててるんですよね。つまり山の端っこ、山がぐっと海に迫ってきて、こう開けてるんだけど同時に守られてるような独特の空間になってるんです。この地形こそが葉山を特別な、ちょっと聖域みたいな場所にしていったんですね。そうそう。これがいわゆる葉山のパブリックイメージですよね。皇室の別荘があって、ヨットが優雅に浮かんでて。でもね、これは物語の本当に序章に過ぎないんです。ここから、その隠された歴史のもっと奥深いところへ入っていきます。さて、じゃあなんでこんな静かな海辺の町がここまで皇室と深く結びつくことになったんでしょうか。その物語をちょっと紐解いていきましょう。すべての始まりは一人のドイツ人のお医者さんだったんです。明治天皇の妻を務めていたエルヴィン・フォン・ベルツ博士。彼が医学的な視点から見て、皇室の方々が体を休める場所として葉山がもう理想的ですよと見出したわけです。ベレツ博士のチョイスっていうのはすごく科学的で、しかも戦略的だったんですね。まず気候が温暖で、松林と潮風で空気がきれい。これは療養にベストですよね。それと同時に、いざという時に首都から安全に離れられるちょうどいい距離感だった。つまり安全保障の観点からも完璧だったわけです。この推薦があって1894年に葉山御用邸が建てられることになります。さて、ここからが今日のハイライトです。葉山の静かな歴史がここで一気に劇的に転換するんです。日本の近代史におけるものすごく重要な瞬間のまさにその舞台となります。この日付とこの場所、ぜひ頭の片隅に置いておいてください。葉山御用邸で大正天皇が重い病気の横にいらっしゃった、まさにその時のことです。ちょっと考えてみてください。天皇が崩御されてからわずか2時間も経たないうちに、深夜の静寂の中、本当にごく一部の人だけで極秘裏に皇位継承の儀式が行われたんです。すごい緊迫感ですよね。近代日本で最も長い昭和という時代はこんな風にひっそりと始まったんです。そうなんです。これ本当に驚きじゃないですか。日本の歴史で一番長い元号昭和は東京の皇居で始まったんじゃなくて、この静かな海辺の町葉山の御用邸で始まったんです。これがこの町の物語のまさに核心部分なんですね。しかもその歴史が動いたまさにその場所が今僕たち誰でも普通に訪れることができる公園になってるっていうのがまた面白いですよね。葉山潮騒公園に行けば文字通り時代の始まりの空気に触れられるわけです。歴史と今が地続きでつながっている感じがします。でも葉山が特別な場所、つまり聖域としての役割を果たしたのは天皇のためだけじゃなかったんです。国全体が危機に陥った時にはその意味合いをガラッと変えてきた歴史もあるんですね。この疎開っていうキーワード、これが次の話を理解する上ですごく重要になります。もともとは軍の専門用語だったのが、時代を経て僕たちの生活に関わる言葉に変わっていく。面白いですよね。この表を並べてみるとすごくクリアですよね。第二次世界大戦の時、葉山は東京の空襲から逃れるための言ってみれば特権的な避難所でした。それから75年くらい経って、今度はコロナ禍でまた疎開先として注目された。時代も危機の内容も全然違うのに、葉山が安全な逃げ場所っていう同じ役割を担っている。これすごく興味深い共通点だと思いませんか？ただもちろんこの現代版のコロナ疎開は単純な話じゃなかったんです。地元の人たちからすれば、
都会からウイルスが持ち込まれたらどうするんだっていう恐怖があったわけです。だから安全を求めてやってきた人たちと、もともとそこにあった安全を守りたい人たちとの間でちょっとした緊張関係が生まれてしまった。これはかなり複雑な社会問題でしたね。じゃあこういういろいろな歴史が積み重なって今の葉山のアイデンティティってどういうふうに出来上がってきたんでしょうか。その答えがこの葉山時間っていうすごくユニークな言葉に詰まってるんです。これってただ単に時間がゆっくり流れてるって意味じゃないんですよね。保養地であり、時には避難所でもあった。そういう歴史から生まれた、心と体の健康とか豊かさを一番大事にしようよっていうもっと深い価値観そのものを指してるんです。この葉山時間っていう哲学をすごくわかりやすく体現している例があるんですよ。それがなんとあの有名な葉山牛なんです。これめちゃくちゃ面白くて、豆腐を作る時に出るおからを餌にしたり、牛舎には廃材を使ったり、食べ物を無駄にしない資材をリサイクルするっていう持続可能な循環型の仕組みがこのブランド牛を支えてるんですね。ただ美味しいだけじゃなくてものすごく考えられてるんです。そしてこういう新しい取り組みの土台にはものすごく古い歴史の根っこがちゃんとあるんです。町の心の拠り所である森戸神社はなんと12世紀にあの源頼朝が建てたもの。古代の武士の歴史と現代のマリンカルチャーがこの町ではごく自然に融合してるんですよね。さてここまで葉山のいろんな顔を見てきましたが、この町の物語から僕たちは一体何を学ぶことができるんでしょうか。これ実は単なる一つの町の話じゃなくて、僕たちの未来を考える上での一つのモデルになるかもしれないんです。葉山という場所のアイデンティティって言ってみればこういう3つの層が重なってるんですね。まず皇室の歴史に象徴される心と体を癒す聖なる保養地、そして昭和の始まりの舞台となったような重要な決断が下される政治の実験室、最後に葉山時間に代表される持続可能な生活圏、この3つが全部合わさって今の葉山ができてるわけです。最後にこの問いをちょっと皆さんに投げかけてみたいと思います。パンデミックとか自然災害とか本当に予測できないリスクに満ちた今の時代に、僕たちが心と体を休めて、そして戦略的に未来を考えるための場所、つまりあなた自身の葉山は一体どこにあるんでしょうか。この小さな海辺の町の物語は、もしかしたら僕たち一人一人、そして社会全体にそのことの重要性を問いかけているのかもしれないですね。